東京に雪が降りました。珍しく積もりそうです。寒いけどわざわざ窓を開けて雪景色を眺めちゃう。見慣れた風景がまるで違う世界に見えるから不思議なものですね。でもやっぱり寒い。10センチの雪でも大パニックの東京だから、外には出かけずにお家でおとなしく過ごすことにします。ストーブに当たりながらあれこれ考えます。庭の植物は大丈夫でしょうかね。雪に埋もれる花やハーブ。手作りのポストは雪が積もると開けにくいですね。郵便屋さん、ごめんなさい。雪の重みに耐えられず折れた水栓を積んできました。倒れて泥まみれになっちゃったけど、ささっと洗えば元通り。焼きたてのブラウニーと一緒に記念撮影。どっちもいい匂いです。さて、ご飯は何を作ろうかな。お出かけできないしね。おかずを一品大量に作ることにします。とろーりととろみの効いた八宝菜、大好きなんです。たくさん作ってアレンジして、いろんな料理に変身させれば毎日のご飯作りが楽になる。楽して栄養たっぷりのおいしいご飯が食べたい。そんな一人暮らしの私にぴったりなおかずです。スナップエンドウの筋を取って早速八宝菜を作るのかと思いきや、まずはスープを作ろう。オイル漬けにしておいた生姜にきのこ、お安かったからしめじです。オーブントースターでもう一品、ブロッコリーとミニトマト。オリーブオイルをまぶして、味付けは塩と胡椒だけ。みかんも美味しい季節ですよね。こたつでみかんもいいけど、たまには焼いてみましょうか。野菜の脇にポンポンとみかんを並べて、めちゃくちゃ甘いみかんよりちょっと酸味があった方がいい。お安いみかんでいいんです。焼くと甘みが際立ちます。オーブントースターで10分ぐらいですかね。ほったらかしで大丈夫。メインの八宝菜に取り掛かりましょう。八宝菜というからには8種類の野菜を入れたいところ。でも現実はそううまくはいかないですね。冷蔵庫の片隅に忘れ去られそうな野菜があったらどんどん入れちゃいましょう。4種類でも6種類でも好きなだけ入れられるのが八宝菜のいいところだと思うんです。何かと出番の多い生姜のオイル漬け。生の生姜ってすぐに傷んじゃいますよね。だから千切りやみじん切りにして瓶に詰めてオイル漬けにして冷蔵庫に入れておくんです。しっかりオイルに浸かってればかなり長持ちしますよ。お肉、
玉ねぎ、人参。お肉の色が変わったら白菜の硬いところ、解凍しておいたシーフードミックス、もやし、たけのこの水煮、白菜の柔らかいところ、干し椎茸、干し椎茸の戻し汁、直径27センチの中華鍋。もうこれ以上は入らないとなったら諦めて、蓋をして野菜がしんなりするまで待ってましょう。ごま油、お醤油、塩、胡椒。野菜と魚介類でうまみはたっぷりだから味付けはシンプルです。ちゃんと水で溶いておいた片栗粉、しっかり火を通してとろみをつけます。火の通し方が甘いと冷めた時にサラサラになっちゃうから、ここはじっくりとですね。そのまま食べても美味しいけど、麺やご飯にかけるのが好きなんです。ラーメン、白いご飯、チャーハン、何にかけても美味しい。この日は中華麺を炒めてあんかけ焼きそばの気分でした。きのこスープに春雨を入れてみよう。箸休めの野菜も焼けました。雪の日に食べるあったかいスープとあんかけ焼きそば。とろみがついた食べ物は冷めにくくて体もほかほか温まります。八宝菜をあんなにたくさん作ってどうするのって思うかもしれないけど、心配はいりません。保存容器に入れて1食分は冷蔵庫へ。明日のあんかけチャーハンになる予定です。残りは冷凍しちゃいます。冷凍しといた八宝菜を何に変身させようか考えるのも楽しいです。このところちょっと気になるものがありまして、それをどうにかしたいと思案中。それというのはこれです。ブラウニーとコーヒーじゃなくって、こっち iPad。小さなレンズが一つだけの第一世代の iPad。違った。正確には iPad の方じゃなくて、キーボード付きのスタンドがね。8年間毎日使い続けてキーボードは使えなくなりました。だけど画面のタッチのキーボードは使えるから、悩みはボロボロのスタンドです。解決策は3つ。1番、この際 iPad ごと買い替える。
2番スタンドだけ買い替える。3番買うんじゃなくて作る。よほど不便でない限り壊れるまで使うというエコな性格だから1番は却下ですね。おしゃれなスタンドがいろいろ売ってます。手頃な値段でナチュラルなのも手に入りそう。おー素敵と思ったら手が出ないお値段。これはさすがに。考えてみれば DIY を始めて3年が経ちました。テーブルとか棚とかエアコンの室外機カバーとか大物も作ったけど、壁に何かかけたいなと思ったら木を渡してみたり、こんなケーキクーラーが欲しいなと思ったらなんとなく作ってみたり、古いお家の長い蛍光灯が眩しいなと思ったら目隠しを自作してみたり、 DIY でリフォームした洗面台に棚をつけてみたり、気になるところをちょこちょこと気楽に修理してました。何でも買える世の中だけど、どうしたら便利に暮らせるだろうと考えて、つっかいたりやり直したりを繰り返して、自分の手で作ったものって本当に愛おしいんです。 iPad のスタンドも作れますかね。雪が降った日から3日が過ぎて少し暖かくなりました。でもまだ冬ですよ。やっぱりご飯はあったかいのがいい。残った八宝菜のアレンジ料理としては春巻きが定番だけど、私は中華まんを作ります。この冬ほっかほかの中華まんにはまって何度も何度も作ってました。それでかなり美味しく作れるようになったのだけど、いつもの具にはちょっと飽きました。生地はいつものふんわり生地がいい。でも中身は変えてみよう。生地をこねるのはちょっと大変だけど、こねた方がやっぱり美味しいからここは頑張ります。ベタベタが収まってまとまってくる喜び、トーントーンと生地を叩きつける軽快なリズム、いい生地ができて気持ちがいい。発酵させるというほどじゃなく15分ぐらい休ませます。その隙に冷凍しといた八宝菜を解凍して温めて水溶き片栗粉を加えて、いつもより固めに仕上げたら冷ましておきます。生地を8個に切ってくるくると丸めていく。また15分ぐらい休ませると扱いやすい従順な生地になるんです。今日のメインは蒸した中華まんじゃないんですけどね。何はともあれ蒸し器を用意しておく。あとはいつものように生地を丸く伸ばして冷ました八宝菜を包んでいく。固めに仕上げた八宝菜とはいえ、形が定まらないものを包むのは結構難しい。これは上級編かも。
用意した蒸し器は無視して3つぐらいはオーブンシートを敷いたフライパンに並べてみます。溢れ出ようとする八宝菜と格闘中。蒸し器の方にも並べよう。手で包むのが難しければこんな方法はどうでしょう。ココットに伸ばした生地をセットして程よい量の八宝菜を入れる。外側に避けておいた生地の端をつまんでちょっと引っ張り上げながらくっつける。我ながらいいアイディア。甘いものが食べたいからあんこも用意しておきました。形のない八宝菜を包んだ後に丸いあんこを包んでみるとびっくりするほど簡単に思えるから不思議なものですね。ほんのり温めて少しだけ発酵させましょう。20分ぐらいですかね。家計の味方、豆苗です。ザクザク切ります。残った八宝菜をお鍋に入れましょう。豆乳を入れて温めてよーくかき混ぜたらもうスープの出来上がり。味付けは塩コショウ。仕上げに豆苗を入れてピリ辛スープにするつもりがラー油が思いのほか勢いよく入っちゃってちょっと焦りましたよ。ほんのり温めたフライパンの中で発酵した中華まん。一旦取り出してフライパンを温めてごま油をひいてこんがり焼きます。熱湯を入れて蒸し焼き。餃子と同じですね。蒸し器の中身も仕上げていこう。蒸し器のお湯が沸騰したら中華まんが入ったせいろをのせて10分ぐらい蒸しますよ。片面が焼けたらごま油をたらりん。長ネギと白ごまを散りばめて、これで出来上がりにしてもいいんだけど両面をカリカリに焼きたい気分です。今食べる分は焼きまんじゅうにして食べきれそうにない分は蒸して冷凍しておきます。いただきます。熱いかな。八宝菜入りもあんこ入りも絶品でした。焼いた方が好きかも。DIY であれこれ作るようになって端材がたまるようになりました。せっかく材料はあるのだからスタンドを作ってみることにします。果たしてどんなスタンドが出来上がるのか設計図なし、頭の中に描いたイメージだけで作ります。
ビスで留める前にざっくり組み立ててみる。こんな感じですかね。これで iPad がひっくり返らないといいのだけど、その辺の緻密な計算ができなくて残念。うまくいかなかったら手直ししながら、とにかく作ってみましょう。ひっくり返るか切れた。最後は手で折る？棚を作った時に余った金具を使います。小さな DIY だから電動工具は使わずに全部手動です。意外とあっさりできましたよ。これでどうかな。ちょっと不安定ですね。ひっくり返りそうで怖いな。長い金具に付け替えましょう。いつもの茶色い蜜蝋を塗りますよ。自分で作ったテーブルも棚もライトのシェードも全部この色。物がたくさんあってもさほどごちゃついて見えないのは何でもこの色に塗っちゃうせいかもしれないですね。できました。8年ものの iPad が壊れるまでずっと使っていられそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録も